こんにちは。変形メカ大好き VTuber 清代目かわりです。先日アップしたガンダムアーティファクトをガンダムマーカーで塗ってみたの動画、おかげさまでたくさんの方に見ていただきました。ありがとうございます。まだ見てないという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てくださいね。さて今回は前回塗装した EXS ガンダムを G クルーザーに変形できるように改造しようという動画です。早速行ってみましょう。ご存知の方も多いでしょうが、EXS の変形の仕組みはめちゃくちゃ複雑です。このサイズで完全変形を再現するのは私の技術力では到底無理です。そこで各パーツをうまく組み替えて、なんとか G クルーザーに見えるようにできないか考えてみました。もちろん、ちゃんと EXS ガンダムに戻せることも必要です。パーツを前に頭をひねること約1時間。なんとかプランニング完了。パーツの改造に取り掛かります。いろんな方向からパーツを組み合わせてみたり、思い切ってパーツの一部を切り取ったり、新しいパーツを自分で作ってみたり、予定してた方法がうまくいかなくて悩んだり、そんなことの連続でした。そして改造が終わった状態がこちら。見た感じ、元の EXS ガンダムからあんまり変わってないでしょ。動画じゃカットしてるけど、実際には何時間もかけて改造してます。疲れた。それじゃあ早速変形させてみましょう。まずは EXS 全体をバラバラにします。パーツ数が多いからバラバラにするだけでも結構大変。こちらのパーツは変形には使用しません。そしてこちらが変形用補助パーツとなります。足首は接続部分の一部をカットして取り外せるようにしました。かかとにある小さなピンを挟み込めるようにすねの先を削っています。取り外した足首をこんな感じで取り付けます。そしてももの裏側に小さな突起を追加して、そこにビームスマートガンを取り付けられるようにしました。最後に肩の羽パーツを膝の穴に差し込んで足の変形は完了。羽は本当は腰の後ろのパーツが変形するんだけど、形の似ている肩の羽を使うことで難しい改造を回避しました。この方法を思いついたときはガッツポーズしちゃいましたね。次は腕。とある角度にするとプロペラントタンクが外せるようになっています。タンク内にプラ板をはめ込んで穴を開けました。ここに肩の軸を差し込んで腕の変形は完了です。次は胴体部分。背中のパーツにバックパック接続用の白いパーツとプロペラントタンク取り付け用の補助パーツをつけます。そしてプラ板を切り出して作った補助パーツを胸パーツの裏に取り付けます。この背中と胸のパーツをしっかり固定できるようになるまで
試行錯誤を繰り返しました。その甲斐あってしっかり固定されています。次はバックパックを取り付けます。バックパックに接続用の穴を開けて股関節の部分に取り付けられるようにしてあります。こんな感じ。プロペラントタンクを腕の補助パーツに取り付けて角度を調整します。機種になる部分はこのようにバックパック接続パーツの大きい方をこの位置に取り付けます。機種が奥まで挟み込めるように少しパーツを削ってあります。足を取り付けます。胸の横に小さな穴を開けてあります。ももにあるビームスマートガン取り付け用のピンをここに差し込んで胴体と足を接続します。最後に機種のパーツをはめ込みます。アーティファクト改造カワリン版 G クルーザーの完成です。どうでしょう、 G クルーザーに見えますか？相変わらずアップにされると辛いわ。マスターグレードの G クルーザーと並べてみました。雰囲気は出てると思うんだ。よく頑張ったなぁと思ってもらえたら、いいねボタン押してもらえたら嬉しいです。動画が面白かったという方、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。おもちゃ大好き VTuber 兄弟目かわりは、気に入ったものや気になったものについてのラジオ風おしゃべり配信や朗読、ゲーム実況なんかもやっております。ぜひ再生リストから他の動画も見てみてくださいね。最後まで見ていただき本当にありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。今回はこれで。バイバーイ。